線形代数のおすすめ教科書、解説します。大学数学で最初に学ぶ基礎科目。それが線形代数と微積分学。線形代数の教科書はたくさんあり、選ぶのに迷いますね。僕が数学科で学んだ経験から9冊厳選してきました。この動画を見れば、線形代数の本の選び方、基準がわかります。これから線形代数を学びたいなら、ぜひ見てください。このマップは左側にある本が優しく、右側にある本が難しいです。つまり、一番優しいのがすぐわかる線形代数。一番難しいのが線形代数入門です。初心者は左側の本から選ぶと良いでしょう。詳しい話が知りたければ、より右側の本を読みましょう。上側は基礎より、下側は応用よりの本です。基礎は簡単を全く意味しません。理論的で数学体系の論理的な土台となる部分です。応用側の本は数学をどう使うかが書かれています。まずはピンクで囲った初心者向けの本から、すぐわかる線形代数。初めて大学数学、線形代数に触れるならこれがおすすめ。類書はマセマです。線形代数は分野の性質として抽象的になりやすい。この本は初心者が学びやすい具体的な話です。高校の問題集のように一問一答形式で学べます。まずは簡単な問題を解けるようになりましょう。新しい班では最初の話題はベクトルです。高校からの接続にぴったり。デメリットとして何のために線形代数を学ぶのか、この本だけではわかりません。また、高度な内容は少ないです。対角化の話はありますが、ジョルダン標準形の話はありません。でも、この本のレベルを身につければ、線形代数に触れたと言えます。簡単なことを舐めてはいけません。続いて、基本演習線形代数。演習書なら何でも良いです。類書はチャート式や明快演習シリーズ。すぐわかるでは足りないレベルの問題が補えます。例えば、ジョルダン標準形の話が短くあります。演習書の問題が解ければ、大学のテストにはさほど困らないでしょう。数学科でないなら、大学院入試の教材として使えます。デメリットとして、論証系の問題は少ないです。例えば、線形空間の問題はありません。また、話題ごとに要項はありますが、証明はありません。理屈面は弱いです。それでも、まずは計算に慣れるのは大事です。このレベルの具体が扱えなければ、理論には進めないでしょう。おすすめの教科書、ストラングの教養の線形代数。初心者向けで一押しです。何のために線形代数を学ぶのか。今回紹介する本の中で最もバランスが取れています。原著はリニアアルジェブラ、for everyone。別バージョンの線形代数イントロダクションも内容は近いです。理論面ではベクトルから入って線形空間へ。応用面では画像処理やデータサイエンスまで。まさに現代の教養にふさわしい内容です。話の構成もわかりやすい。節ごとに何を目的とするのか。まとめが最初に提示されます。分厚くてお値段は張りますが、全大学生が持ってほしい一冊。ただし、すべてをちゃんと読むのは難しいです。話題の広さが良いところ、全部わからなくても、耳学問として知っておくだけで良いでしょう。一周目で完璧を目指さない。これは線形代数の学びすべてに通じます。この3冊の内容は誰もが学ぶべき線形代数と言えます。ここからは目的に合わせて読む本を紹介します。まずは応用方面から。Python でしっかり学ぶ線形代数。線形代数はプログラミングと相性が良いです。特に Python は初めてのプログラミングにおすすめ。プログラミングって自分にもできるんだ。僕がそう思えた最初の言語です。中でも数値計算の NumPy、記号計算の SymPy が使われています。線形変換によって図形の形を変える例も。CG の基礎を実際に試すのは本当に大事です。伝統的な大学数学のカリキュラムでは、プログラミングは扱われません。しかし、工学の教科書では、行列を数値的に解くのは普通です。この本レベルのプログラムに触れるのは、理論を学ぶ上でも有意義だと思います。デメリットとしては、数学とプログラム、両方の知識が必要です。数学面では、
初心者向けの本を読んだのは前提だと思います。コードは載っていますが、Python のインストール方法は紹介されていません。Python 使い方などで調べて実行環境を準備しましょう。統計解析のための線形代数。統計という目的がはっきりしているのがいいところ。線形代数って何のために学ぶんだろう。意義を見失いやすい科目です。線形代数は高度な統計の基礎にもなります。この本の話題は線形代数に限りません。統計の初歩や変微分も学べる構成です。最終章は多変量解析への応用。200ページ程度で軽めの内容です。より高度な話題が知りたいなら統計学のための線形代数。原著名はマトリクスアナリシス、フォースタティスティックス。ただしこちらは分厚くお値段がします。統計解析のためのお手軽ですね。ここからは理論的な線形代数を知りたい人向け、特に数学科向けです。線形代数30項。これは教科書ではなく読み物です。数学の本にしては具体的でイラスト多め。理論的な話の入門として教科書につまずいた人におすすめです。デメリットとして論理的には読みにくい部分があります。例えば1対1写像という用語が定義される前に使われたり、雰囲気をつかむには良いですが厳密ではありません。この本を読みながら論理的に人に説明するつもりで考えるセミナーで読むには良いと思います。続いて手を動かして学ぶ線形代数。理論的な教科書としてスタンダードな内容です。他の教科書と比べると具体的、練習重視なのが良いところ。かつ計算ではなく理論面で知るべき話題がまとまっています。この本は対角化の話題まで。属線形代数はジョルダン標準形や小空間、テンソルなど数学科の1、2年生の教科書としてふさわしいでしょう。デメリットとしては抽象論で論理重視なので数学に慣れていないと難しいです。この本を読む準備としては数学書の読み方をおすすめします。数学の文章を1行ずつ読むとはどういうことなのか、それが実践できれば手を動かして学ぶは進化を発揮します。続いて線形性、固有値、テンソル。これは抽象的な線形代数の入門書です。数学科向け、理論の話題が短くまとまっています。特に抽象的な話題の割には具体例があります。類書で有名なのは線形代数の世界。より高度で面白いのですが、数学慣れしていないと難しいでしょう。世界を読む準備として線形性は良いレベル感です。デメリットは薄い分、駆け足なこと。線形代数を一周しているのは前提です。代わりに数学科的な数学の応用が見えやすい2年生以降で読めるようになると良いでしょう。最後に線形代数入門。伝統的に数学科で使われている教科書です。類書は佐竹の線形代数学。メリットは論理的にきちんと書かれていること。数学書らしく定義、定理、証明が載っています。また大体の話題は載ってます。つまり百科事典的に使えます。理論面の王道です。デメリットはちゃんと読むのが難しいこと。読めれば良い本ですが、そのレベルに達する人は限られます。大学新入生が最初に触れると挫折するでしょう。4年かけてじっくり読めばいい本です。またジョルダン標準形について単位子論が少し難しいです。他の本を当たりましょう。例えば線形代数演習では講義固有ベクトルによる求め方が載っています。また数学科寄りなので応用的に重要だが詳しくは書いていない話題も、例えば LU 分解や反復解法、一般略行列など。これは一般線形代数を見ると良いでしょう。初心者へのおすすめはすぐわかる基本演習。ストラング。線形代数の話題は幅広いです。自分に合った教科書を選びましょう。概要欄に Amazon のアドレスがあります。ぜひチェックしてください。